本日は和風チキンカツの作り方をやっていきます。もも肉は少し硬いですが、コクのある肉です。骨付きの下もも肉はドラムスティックとも呼ばれます。材料の方ね、説明していきます。今日はですね、これだけでね、美味しいのを作りたいと思います。まず、鶏もも肉ですね。こちら1枚あります。で、カツオのね、顆粒だし。こちら 5g です。で、今日ね、和風ということで、お好みなんですが、ポン酢に、で、今日はね、食べていただきます。で、卵ですね。あと、塩コショウ。はい、これでね、作っていきます。はい。ではね、処理の方していきます。鶏もも肉ですね。こちら。今日はね、半分にします。今日は、ここ、ポイントになります。縦にね、こう、筋を入れていきます。はい。こんな感じですね。はい。この状態ですね。今から、塩コショウしてですね、先ほどの、顆粒だしですね。それをすり込んでいきます。ここがね、今日のポイントになります。塩コショウですね。内側と表側とね、振っていきます。はい、これぐらいですね。で、今度またですね、切った方を向けます。で、ここで、この顆粒だしですね、出ます。これをですね、この筋目の中に入れていきます。これをやることによってですね、カツオの香りのね、すっごいするチキンカツになります。なのでね、旨味がね、すごく出ますのでね。はい、これでね、5分ほど置きます。しばらく置くとですね、こんな感じになります。粉を打ってね、パン粉を打ちます。この粉も片栗粉と薄力粉をですね、1対1に混ぜたね、粉です。先ほどのね、卵を、割ってですね、よく溶いてください。はい。上にね、パン粉を入れていきます。で、今日はね、カツオの顆粒だしがね、よく染み込むように、粉を、打つ前にですね、切り込みを入れてます。切り込みをね、入れることによってね、すごくね、染み込みやすくなってますね。パン粉なんですが、粗めのね、パン粉の方がいいと思います。2、3分ね、ちょっと置いてからの方がね、確実にね、パン粉の方がつきますんでね、2、3分経ってから揚げていきます。これでね、パン粉打ち完成です。こうやって箸からね、泡が出てきたら、160度から170度ぐらいにね、上がってきてる証拠です。はい。ではね、もう一つ方法あります。このパン粉ありますよね。これをこう落としてね、今こう、下に落ちなくてパッと上がってきました。今がね、入れ時になります。で、皮目の方を下にしてね、入れます。こんな感じですね。はい、もう一枚いきますね。入れるとですね、油の温度が急激に下がります。低くなったなと思ったら、火をね、ちょっときつめにしてください。これでね、いい感じのね、きつね色になるまでね、揚げていきます。はい、今ね、最初に入れた方がね、だいぶ浮いてきました。この状態になったらね、一回ひっくり返します。でね、もうちょっとしたらね、こっちの左側の方がですね、浮いて、き始めてますんでね、それもまたひっくり返します。はい、今ね、全体が浮いてきました。なのでね、これひっくり返します。結構もうね、いい色ついてきました。
あとね、しっとりさすために余熱で、火を通したいと思いますのでね、この状態で一回揚げます。はい、2枚目もですね、いい感じにね、上がってきました。じゃあね、火を切って、余熱でね、火を通したいと思います。余熱で、2、3分ですね、余熱しました。ではこれでね、切ってね、完成させたいと思います。この音ですね。これをそのまま、どっと持って、カッコつけます。はい、これでね、完成になります。本日は和風チキンカツの作り方のご紹介をいたしました。今日のポイントはですね、和風ということで、鶏肉にですね、切り込みを入れてそこに顆粒のね、カツオの出汁をすり込むということをね、やりました。で、あとですね、切り込みを入れることによってですね、火の通りがね、均一になるということもポイントになります。ぜひ作ってみてください。最後になりましたが、料理のご質問のある方はコメント欄からお願いします。また励みになりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次回お会いしましょう。